皆さんこんにちは、健康読書です。皆さんは食べても太らない、そんな体を手に入れたくはありませんか？今日は最新の論文情報による食べても太らない人の特徴についてお話ししたいと思います。この動画では以下の4つのセクションに分けてこのトピックを深く掘り下げていきます。1、食べても太らない人とはどんな人か。2、食べても太らない人の体内で起こっていることは。3、食べても太らない人の生活習慣はどうなっているか。4、食べても太らない人の最大の特徴。この動画を最後まで見れば食べても太らない人の秘密を知ることができるだけでなく、自分の体型や健康にも役立つ情報を得ることができます。では早速始めましょう。1、食べても太らない人とはどんな人か。まず食べても太らない人とはどんななのでしょうか。皆さんは周りにそんな人を見かけたことがありますか？例えば同じ量や同じ種類の食事をしているのに自分は太ってしまうのに友達や家族は太らないというような場合です。あるいは自分はダイエットをしても効果が出ないのに他の人は簡単に痩せるというような場合です。これらの場合は食べても太らない人と食べると太る人の違いが現れています。ではこの違いは何によって生じるのでしょうか。実は食べても太らない人には2つの因子が関係しています。それは基礎代謝、活動性熱産生です。基礎代謝とは安静時に消費されるエネルギーのことで、体重や筋肉量、年齢、性別などによって異なります。基礎代謝が高い人は安静時でも多くのエネルギーを消費するため食べたカロリーを燃やしやすく太りにくくなります。基礎代謝が低い人は安静時でも少ないエネルギーしか消費しないため食べたカロリーを溜め込みやすく太りやすくなります。活動性熱産生とは運動や日常生活で消費されるエネルギーのことで、運動量や筋肉量、体温調節能力などによって異なります。活動性熱産生が高い人は運動や日常生活で多くのエネルギーを消費するため食べたカロリーを燃やしやすく太りにくくなります。活動性熱産生が低い人は運動や日常生活で少ないエネルギーしか消費しないため食べたカロリーを溜め込みやすく太りやすくなります。つまり食べても太らない人とは基礎代謝と活動性熱産生の両方が高い人のことを指すのです。ではこの2つの因子はどのようにして高くなるのでしょうか。それは次のセクションで詳しく見ていきましょう。2、食べても太らない人の体内で起こっていることは。食べても太らない人の体内ではどのようなことが起こっているのでしょうか。実は食べても太らない人には体内に特別な細胞が多く存在しています。それは褐色脂肪細胞、筋肉細胞です。褐色脂肪細胞とは体温を上げるためにエネルギーを熱に変える細胞のことで、白色脂肪細胞とは異なり脂肪を蓄えるのではなく脂肪を燃やす働きをします。褐色脂肪細胞が多い人は寒さに強く体温調節能力が高く基礎代謝が高くなります。つまり褐色脂肪細胞が少ない人は寒さに弱く体温調節能力が低く基礎代謝が低くなります。筋肉細胞とは運動や日常生活で動かすためにエネルギーを使う細胞のことで、筋肉量が多い人は筋肉細胞が多くなります。筋肉細胞が多い人は運動能力が高く活動性熱産生が高くなります。これまた筋肉細胞が少ない人は運動能力が低く活動性熱産生が低くなります。つまり食べても太らない人の体内では褐色脂肪細胞と筋肉細胞が多く存在しエネルギーを効率的に消費しています。ではこの2つの細胞はどのようにして増やすことができるのでしょうか。それは次のセクションで詳しく見ていきましょう。3、食べても太らない人の生活習慣はどうなっているか。食べても太らない人の生活習慣はどのようになっているのでしょうか。実は食べても太らない人には以下のような特徴があります。定期的に運動をする、バランスの良い食事をする、十分な睡眠をとる、ストレスをためない。定期的に運動をするというのは筋肉量を増やすために重要なことです。筋肉量が増えれば筋肉細胞が増え活動性熱産生が高くなります。また運動は褐色脂肪細胞の活性化にも効果があります。褐色脂肪細胞は寒さに反応してエネルギーを熱に変えるので冷たい水を飲んだり寒い場所で刺激することができます。しかし運動はそれ以上に強力な刺激となります。運動中に発汗することで体温が上昇し褐色脂肪細胞が活発に働き始めます。その結果基礎代謝が高くなります。バランスの良い食事をするというのはエネルギーの摂取と消費のバランスを保つために重要なことです。食べても太らない人は食べる量や種類に気をつけています。特に
タンパク質や食物繊維が豊富な食品を積極的に摂ることで満腹感や消化吸収に影響します。タンパク質は筋肉の材料となり、筋肉量を増やすのに必要です。また、タンパク質は消化吸収に時間がかかるので、空腹感を抑えることができます。食物繊維は便秘や腸内環境の改善に効果があります。また、食物繊維は消化吸収されないので、カロリーが低くなります。十分な睡眠をとるというのは、ホルモンのバランスを整えるために重要なことです。睡眠不足は、食欲や代謝に関係するホルモンの分泌に悪影響を与えます。特に、レクチンとグレリンという2つのホルモンが重要です。レクチンは満腹感を感じさせるホルモンで、睡眠不足だと減少します。グレリンは空腹感を感じさせるホルモンで、睡眠不足だと増加します。つまり、睡眠不足だと食欲が増してしまうのです。また、睡眠不足だと成長ホルモンの分泌が低下し、筋肉の合成や脂肪の分解が妨げられます。その結果、筋肉量が減り、脂肪量が増える可能性があります。睡眠は、体と心の回復に必要な時間です。1日に6時間以上は睡眠をとるようにしましょう。ストレスをためないというのは、心身の健康を保つために重要なことです。ストレスは、自律神経やホルモンのバランスを乱します。特に、コルチゾールというホルモンが問題です。コルチゾールはストレスホルモンと呼ばれ、ストレスがかかると分泌されます。コルチゾールは、糖新生という過程でエネルギーを作り出すために、筋肉や脂肪を分解します。しかし、このエネルギーは使われずに蓄積されてしまいます。その結果、筋肉量が減り、脂肪量が増える可能性があります。また、コルチゾールは食欲を増やす効果もあります。ストレスで食べ過ぎてしまう人は、このホルモンの影響を受けているかもしれません。ストレスは避けられないものですが、適度に発散することが大切です。趣味やリラクゼーションなどでストレスを解消しましょう。以上が、食べても太らない人の生活習慣の特徴です。これらの習慣を取り入れることで、基礎代謝や活動性熱産生を高め太りにくい生活習慣に近づくでしょう。しかし、これらの習慣だけでは十分ではありません。食べても太らない人には、もう一つ重要なことがあります。いよいよ最後のセクションです。自分の体に合ったカロリー摂取量を知る。もう一つの重要なポイント。それは、自分の体に合ったカロリー摂取量を知ることです。食べても太らない人は、自分の体に必要なカロリー量を把握しています。カロリー摂取量は、個人差が大きく、年齢や性別、体重や身長、運動量や体質などによって変わります。自分のカロリー摂取量を知る方法はいくつかありますが、一つの目安として、基礎代謝×活動強度という式があります。基礎代謝とは、安静時に消費するエネルギーのことで、年齢や性別、体重や身長などによって決まります。活動強度とは、運動や日常生活で消費するエネルギーの割合で 1.2 から 2.5 までの数値で表されます。例えば 1.2 ほとんど運動しない、1.5 軽い運動をする、1.75 中程度の運動をする、2.0 激しい運動をする、2.5 非常に激しい運動をするという具合です。この式で求めたカロリー摂取量が自分の体に合ったカロリー摂取量です。このカロリー摂取量を超えて食べると太りやすくなります。逆にこのカロリー摂取量よりも少なく食べると痩せやすくなります。しかし、あまりにも少なく食べると栄養不足や代謝低下になるので注意が必要です。食べても太らない人は、このカロリー摂取量を守っています。また、食べるタイミングや頻度も大切です。1日3食きっちり食べる方が良い人もいれば、1日2食や1食の方が体調や体重管理がしやすい人もいます。重要度としてはカロリー管理の方が優先です。食べるリズムが仕事などで決められない人はカロリー管理だけでも調整しましょう。これで、食べても太らない人の秘密は全てお伝えしました。今回の動画は以上です。食べても太らない人は、生活習慣やカロリー摂取量に気をつけています。これらの秘密を知っても、すぐに実践するのは難しいかもしれません。しかし、少しずつでも改善していけば、必ず効果が現れます。あなたも、食べても太らない人になれるように頑張ってください。